我は最果ての魔王、ディープブリザードである。皆、こんにちブリザードであるぞ。というわけでな、先日公開したコピックを5本使うだけでイラストが描けるという講座動画、たくさんのものに見ていただき、誠に感謝なのである。ありがとうであった。ただな、やはりいくら少ない本数で描けるとはいえ、1本少なくても280円、高くなれば340円と、加算でしまうと結構な額になるし、これから色を追加しようってなると、いきなりは手を出しづらいな。アルコールマーカーで絵を描いてみたいけど、私の描き方に合うのかのって悩んでおるもの、たくさんいるのではないのかなというわけで、今回は、よいしょーよいしょーよいしょーというわけで、セリア、キャンドゥ、ダイソーの100円ショップで売られているアルコールマーカー、イラストマーカーなどを全色レビューして、実際どれが使いやすいのか、どんな使い心地なのかというのを魔王目線で正直レビューしていこうと思うのであるぞ。実際にイラストに着色をして仕上がり具合なども比較するので、よければぜひ最後まで見てもらえると嬉しいのであるぞ。では、まず最初に紹介するのはこちら、セリアのイラストマーカーである。割とネットでこういう100円ショップのマーカーだったらみたいなので筆頭に上がるのがこちらのセリアのマーカーなのであるよ。かなり前評判も高く、色味一覧を出すんであるけれども、色味自体は実は今回紹介する3つのメーカーの中では一番少ない色数なのではあるけれども、結構その濃すぎる色が少なくて絶妙な色が多いなというのは確かに見た時に思ったのである。特に肌色とかピンクとかブルーなんかも濃すぎたりしない色が揃っているであるし、キャラクターのイラストを塗るということに関しては確かに期待の持てそうなマーカーだなと思ったので、この後実際に使ってみようと思うのであるぞ。次に紹介するのはキャンドゥのイラストマーカーである。こちらはこの通り結構数が多くて、そして先ほどのちょっとセリアと比べてみると非常にコンパクトなサイズで持ち運びなどにも良いかなと思っておるのである。でこの通り色味も濃いものから薄いものまで、そして淡いオレンジ系からピンク系、いわゆる肌とかの色塗りに使えそうな色がかなりいろんな種類揃っておって、これ結構面白いなと思ったのである。ペン先はこのブラシタイプというのの1種類だけなのであるけれども、実際に使い心地はどうなのかというのもこれから試していこうと思うのであるぞ。では最後に紹介するのがこちら、ダイソーのイラストマーカーである。こちらこういうアルコールマーカー系が100円ショップで出た中で一番最初に出たシリーズとして結構話題になってたもので、その後いろんな色とかを足して現在なんと60色。第3弾の追加色ではこんな風にキャップの色味だったりとかパッケージングも結構変わってきたりもしておるので、なかなかの人気ぶりが伺えるのではないのかのと思っておるのである。ちなみに色一覧はこちら、結構ビビッドな色から蛍光色までかなり幅広い色味を取り揃えておるので、実際にどのようなものが描けるのかというのも試してみたいと思うのであるぞ。というわけで紹介した3種類を順番に実際にイラストを塗りながら使い心地をレビューしていこうと思うのである。では今回はこちらのイラストにそれぞれ色を塗っていこうと思うのであるぞ。でまずはセリアのイラストマーカーを使って塗っていこうと思うのである。ちなみにアルコールマーカー結構下にインクが染みてしまうので、こうやって別の紙を用意しておくか、使わない広告や新聞などを敷いておくと良いであろう。カラーチャートを自分で作っておけば、どの色でどう塗ろうみたいな感じの設計がしやすくなるので、こうやってちょっと横に塗っておく。さて、じゃあまずは肌の色を塗っていこうかな。肌はやっぱり柔らかめのペール系の色がいいから、これかな、ペールオーカーでちょっと塗ってみようと思うので、多分この色でいいよね、ペールオーカー。まずは基本情報として、セリアのマーカーはブラシとブロード1本のペンについております。ブラシというのはこういう穂先が筆ペンのような感じになっていて、強弱をつけることができるペン。ブロードというのはこう普通の一般的なマーカーのような四角く角張ったペンなので、広い面などを一気に塗るときにはこちらのブロードを、有機的な細かな手を描くときにはこちらのブラシタイプを使うというのが定石なので、なのでこちらでまず塗っていこうと思うのですぞ。で結構実はこの
セリアのブラシ、粗いんであるよな。ぐっとこうやって力を入れると筆先が割れてしまって、ざっくりとした塗りがしかできなくなってしまうので、この辺りもロットとかメーカーの質で変わっている可能性もゼロではないんだけれども、基本こんな感じで穂先が割れてしまうんであるよな。割れが見えるかな。こうだいぶ線が汚く引かれてしまうんであるよな。なのでこうやってある程度輪郭線を塗ったら、あとはブロードと呼ばれたさっきの平たい面で塗ってしまった方が綺麗に塗れるかなと思うので、コピックだとこういうことは絶対になくて、穂先が割れるなんていうことはないんだけれども、セリアのマーカーだけはとにかくこのブラシの穂先の質が悪い。あとこのブロードもよく見てもらえたら分かるんだけど、なんかこうブツブツゴサゴサしているの分かるかな。インクが結晶化しているのがこのペン先の質なのかは分からないんだけれども、非常にこのペンの質が悪いんであるよな。色味とかは本当にイラストを描く人の気持ちを分かっているいい絶妙カラーっていうのが多いんだけれども、割とそれ以外が結構使い物としてギリギリレベルの品質なので、この色味が好きっていう方が使うのであればおすすめはしたいのではあるけれども、この3種類の中だとペン先の質は一番悪いなという印象なので、まだこれでもマシな方で、ほんと濃い色なんかは塗るとガビガビになってしまうので、割とちょっと使えないなと思ってしまうことがあるので、じゃあこれでまず肌のベースが塗れたので、影の色を置いていこうと思う。スモーキーライラックで影を塗っていく。まだちょっとこれただ淡い色なので、後でまた色を重ねながらという感じかな。ちょっとくすみピンクの色味なので、これだけだとちょっと肌がくすんだ印象になるので、一回これで塗ってからペールオレンジで影の色を塗っていくので、このブラシとかで細かいところは塗った方がまだ綺麗に仕上げられると思うので、特にこの肌色系は結構人気なので、割と売り切れてたりもするので、すぐこの色が欲しいのって思っても手に入らなかったりするので、なかなかこのいいブラシを手に入れられないんであるよな。100円ショップでしかも2本100円だから1本50円と考えたら全然お得なんだけども、じゃあこれちょっと肌の色も塗れたので、他の色も一緒に塗っていこうと思うのであるぞ。というわけで、こちらがセリアのイラストマーカーで描いたイラストである。確かに実際描いてみて、色味の綺麗さはすごいなと思ったのが正直な感想であった。ただ最初に説明した通り、ブラシ部分、筆の形になっているペンの描き心地は非常に悪かったので、ほぼもうブロードというさっきの太い四角いペン先でだけで描いてたんだけれども、そうじゃなかったら本当にもっと描きやすかったし、色味も綺麗でよかったなと思ったので、この色味がいいなとか、やっぱりそれでもブラシを使いたいというものにはおすすめであるかな。では次はこちら、キャンドゥのイラストマーカーを使って描いていこうと思うのである。で、今回肌の色とかは結構本当色数が多い分たくさん選べそうなので、その中でもちょっと気になった2色をちょっとまずは塗ってみようと思う。ペールアースピンクで、影色にはペールスキンピンクというこの2色を使ってみようと思う。ペールアースピンクの方はちょっと黄色みのかかったオレンジっぽい色味の肌のベースなので、非常に万能で使いやすいかなと思う。でも発色綺麗で、ブラシが非常に、ブラシの穂先が非常にコシがあってしっかりしてるので、ほんとセリアとも比べてもしっかりと色が塗りやすい仕様になっているので、ただこれペン先がブロードというさっきの硬いペン先がないので、これ1本で塗ることになるんだけれども、キャラクターイラストを描くんであればこれ1本で十分かなと思うので、我個人としてはこの色で全然いけるかなと思っておるのである。いや、もう穂先がすごいしっかりしているので超描きやすいのである。ちょっと塗り進めたんだけど、肌のベースがちょっと濃かったかなと思ったので、
ペールアースピンクではなく、ペールアースホワイトピンクというより一層薄い下地の色をちょっと肌に塗っていこうと思うので、もう一回ちょっとこれで塗り直そうと思うので、ただこっちのが多分さっきのセリアと同じような肌の薄さになるかなと思うので、書き直しててストレスが出ないというのは良いであるな。あとものすごくささっと色ムラとかかすれがなく塗れるので、すごい時短で塗れるのであるよ。超いい感じなの。次にペールスキンピンクを使って影を塗っていこうと思うのである。ではこれで続きを塗っていこうと思うのである。というわけで完成したのがこちらである。いや、キャンドゥのマーカーめちゃくちゃ筆先が描きやすかった。割とコピックの筆先のクオリティに近いんじゃないのかなっていうぐらいしなって描けたし、あとインクの出も非常にスムーズだったので、割としっかりと色を塗ることができたかな。ただ結構このキャップの色と実際の色が結構違ったりして、割とちゃんと名前で覚えたり何回か使い慣れてたり、あとこんな感じでこのキャンドゥのマーカー、一番最初に出たシリーズって第2弾以降かなにはこんな風にちゃんと名前が載ってるんだけど、最初期版には名前がついてないので、我こんな風にターコイズっていう、こうやってもう自分でペンに色をつけて管理しとるんだけれども、結構どの色がどの色なのかとか、どういう色がどんな風なのかっていうのはちゃんと把握しないと取り扱い結構難しいかなと思ったのである。ただそれ以外は本当に色の塗りだったり伸びだったり、やっぱ色数の多さもあって非常に描きやすいと思ったのであった。では最後にダイソーのイラストマーカーを使って色を塗っていこうと思うのであるぞ。ダイソーも結構いろんな色出てたけど、キャラクターを塗るのにこれがベストっていうのがなかなかなかったのと思ったんだが、最近発売されたこの2色、パウダーピンクとチェリーブロッサムピンクというこの2色を組み合わせて使えばもう綺麗な肌色を簡単に作ることができるので、こちらの2色で塗っていこうと思うのであるぞ。じゃあまずはベースカラーをパウダーピンクで塗っていこうと思うのである。本当に淡くて綺麗な肌のベースが作れるんであるし、結構万能色で我これ好き。ただな、ダイソーはブラシのペン先がついてなくて、ブロードとちょっと細いペン先がついてるっていう状態なので、やっぱりちょっと描きやすくはないかな。ただペン先がガビガビになってたりはしてないので、想定よりは塗りやすい方かなと思うので、色味とかもなかなかに結構ダイソーの初期ってあんまりいい色揃ってないなーっていう印象だったんだけれども、もうとにかく数を出すっていうことで不満をなくしていった印象があって、実際このキャップの色が変わった第3弾から非常にキャップもなんか開けやすくなったんだよな、パコッと。これでまずはベースが塗れたので、次にこちらのチェリーブロッサムピンクを使って塗っていこうと思うので、これ2つとも新色なのでな、ぜひ手に入れてほしいんであるけれども、でこれが実は単色で塗ると結構濃いピンクなんであるよ。なので1回塗っただけだと割とギョッとする色になっちゃうんだけれども、こんな感じでこの後からもう1回このパウダーピンクを塗ると、この濃いピンクがちょっと落ちていい感じの濃さになるんであるよ。なのでコピックの重ね塗りテクニックを使ってこの色をコントロールしようと思うので、まずは塗ったら、だいぶちょっとピンク味がこれだと強いので、この上からもう1回インクの色を落とすように先ほど塗った肌のベースの色を塗り重ねてみると、この結構きつめのピンクがいい具合に色落ちして肌に馴染むピンク色になるので、もちろんこの濃いピンクでも全然かっこいいとは思うんだけれども、ちょっとダイソーはこの
キャラクターの肌に塗る色味がちょっと揃いが悪いっていうのもあるので、こんな風に塗り重ねるテクニックを使うことでバランスを取ったりすることもできるのであるぞ。こういうやり方を覚えておくと、コピックの色数が少なくても色を混ぜたりすることができるので、だいぶ肌に馴染んだ色味になったのが分かったかな。じゃあこんな感じで他のパーツも塗っていこうと思うのである。こちらがダイソーのイラストマーカーで塗ったキャラクターの絵である。結構やっぱ色数が多かった分、塗り重ねたりとか、それでいろんな深みのある色を作るっていうことが結構できてよかったなというところもあるんだけれども、もうちょっとこういう色があったら欲しいなっていう絶妙な色がない。例えば影の色で使う少し濃いめの色だとか、汎用性が高いラベンダー系の紫だとか、割とそういうちょっと淡めの色が少なくて、濃い色を塗って上から淡い色で色を追い出してっていう重ね塗りをすることで、結果深みのある作風を作ることができた。ペンはブロードとペン先がこのブロードって呼ばれているものと、あとこのファインっていうこういう細いペン先でしなりがないので、やっぱり細かいものとか有機的なものを描こうとか、髪の毛の毛の流れをきれいに描こうってやろうとするとちょっと大変ではあったかな。では最後に3つを比較してまとめてみようと思うのであるぞ。こちらが今回100円ショップそれぞれで販売されているイラストマーカーを使って描いたイラストの比較である。やっぱりそれぞれの種類によって欲しい色が違ったり、あの色があったり、この色がなかったりみたいなのがあったが、やっぱそれぞれにもいいところ、そしてあまり良くないところもあったので、そこを言っていこうと思うのであるぞ。まずこちらのセリアのイラストマーカー。やっぱり欲しいような絶妙な色合いっていうのはたくさんあって、割と色味とか使い勝手の良さで言ったらこのセリアはとても良いと思ったんだが、やはりこのブラシのペン先の品質が非常に悪くて、正直あんまりこれで絵を描きたいなっていう気持ちにはなれなかったというのが我の正直な印象なのである。ただこの絶妙な色味感っていうのは他の2種類では見つけることができなかったので、そういう方にとっては変え難い、そしてお手頃に手に入るイラストマーカーとして非常に優秀だと言えるだろう。で、次にCan Do。Can Doはペン先が1個しかないっていう弱点はあるものの、コミックイラストを描くっていう点において言えば、このブラシが1つあればよしっていうことと、ブラシの品質がこの3種類の中で一番良かったというか、ブラシの品質はこの2つしかないんであるけれども、ブラシを使って描くのであればCan Do一択かなと思ったのである。色味もそんなに使えない色がいっぱいっていうわけでもなく、肌の色味であったりとか絶妙な色味割とある方ではあったので、色数も50色を超えているので、かなりおすすめのCan Doかなと思うのである。で、最後にダイソー。やっぱりブラシがないというのは描きづらかったなっていう点と、あとはもうちょっとこういう色味が欲しいなという絶妙な色味が60色ある中ではあまりなかったというのが残念だったかな。ただこの第3弾として出たこの新しいペン先まで赤くてで、この文字がメタリックになっているこの第3弾には非常にいい色味が揃ってて、割と今回描いた肌の色であったりとかなんかはこの第3弾で出た色味ではあったので、段が進むごとにいい色が追加されていったのかなとも思うので、色の多さ、やっぱりいろんな色を使って描きたいっていう方はダイソーはおすすめであるな。というわけで三者三様それぞれメリットデメリットはあるけれども、とりあえず初めてアルコール系のイラストマーカーで絵を描いてみたいという方であれば、どれもおすすめであるというよ。2本セットで100円。なので1本50円で使えるといえば、かなり魅力であるし、一番種類が多いダイソーでも3000円出せば全種類揃えることができるという意味では非常に安価で、そしてお絵描きを始めた方にとってもお財布があまり痛くならずに描けるので、そういう点でもおすすめかなと思うので、今回我が紹介したセリア、Can Do、そしてダイソーのイラストマーカー、ぜひ見かけたら一度試して描いてみてほしいのであるぞ。ではではなのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価
そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。